アのずんだもんなのだ。今日はノルウェーのニュースを3件まとめて見ていくのだ。ところで豆知識なのだ。ノルウェー、ノーウェイという国名はコノルド語の NORRVEGR 北への道、北の航路が由来とされていて、もともとは国土そのものよりも海から見た沿岸の航路を指す呼び名だったとも言われているのだ。それじゃあ本題なのだ。一押しは3つ目のニュース。ノルウェー政府福祉機関 NAV の見直しを発表なのだ。手続きの遅さや規則の複雑さ、内部管理の問題を受けて専門家パネルを設置して改革を検証する方針なのだ。高齢化で負担が増える中、NAV がこれからの社会を支えられるのか、ここが見どころなのだ。ノルウェーは北ヨーロッパのスカンディナビア半島に位置し、首都はオスロなのだ。古くはバイキングで知られ、デンマークやスウェーデンとの連合を経て1905年に独立した立憲君主制の議会民主主義国家なのだ。人口は約550万人で、石油、ガスや海運、漁業、養殖、再生可能エネルギーが主要産業なのだ。フィヨルドやオーロラ、自然を楽しむ文化が魅力で、電動車普及や気候対策、サーミ族の権利や北極圏の議論が注目されているなのだ。一つ目のニュースなのだ。慌てないで。ノルウェーが水曜日に緊急警報システムを試験という記事なのだ。ノルウェーでは1月14日水曜日の正午頃に全国一斉の緊急警報テストが行われるのだ。内務当局と警察が実施し、約1200機のサイレンが全国で3回鳴り、1分ずつ間隔を空けるのだ。人口の約半分がサイレンを聞ける見込みなのだ。同時に11時55分から12時10分の間にほとんどすべての携帯電話へ大音量の警報とバイブ付き通知が送られるのだ。電源オフか機内モード以外ではマナーモードでも最大音量で鳴るのだ。表示は英語かノルウェー語で、重要メッセージ、情報を確認せよという内容で、これは半年ごとに行われる定期テストであり、本当の緊急事態ではないのだ。二つ目のニュースなのだ。海外でリタイアする海外移住者が知っておくべき3つのことという記事なのだ。この記事はシグナグローバルが海外移住を考える退職者向けに知っておくべき3つのポイントを解説しているのだ。まず1つ目は医療なのだ。多くの国で公的医療はあるけれど、2024年の調査でも高齢者は待ち時間や言葉の壁に苦労していて、デンマークのように住民登録しても紹介状や待機列が問題になることがあるのだ。そのため国際医療保険で私立病院や多言語サポートを確保する人が多いのだ。2つ目は孤独なのだ。2025年の研究では、海外在住のオランダ人退職者は本国に残った人より社会的孤独を感じやすいと分かったのだ。家族との接触減少や新しい友人作りの難しさが原因で、心身の健康にも影響するのだ。現地コミュニティや語学学習に加え、オンラインで母語のカウンセリングを受けられる保健サービスが助けになるのだ。3つ目はビザなどの手続きなのだ。多くの国で長期滞在には安定収入や健康保険の証明が必要で、規則もよく変わるのだ。早めの情報収集と専門家への相談、そして更新時に保険料が急に上がらない国際医療保険を用意しておくと安心なのだ。全体として海外リタイアは魅力的だが、医療、メンタルケア、在留手続きの3点を計画的に整えることが充実した老後を送る鍵だとまとめているのだ。3つ目のニュースなのだ。ノルウェー政府福祉機関 NAV の見直しを発表という記事なのだ。ノルウェー政府が失業給付や社会保障を担当する福祉機関 NAV を見直すため、専門家パネルを設置することになったのだ。労働包摂省ステンセングさんは、手続きが遅いことや規則が複雑すぎること、監査で内部管理の不足が指摘されたことを問題視しているのだ。政府は2025年末のノルウェー計画
NAV をもっと一体的で効率的にし、法律もわかりやすくデジタル化しやすい形に簡素化すると表明したのだ。高齢化で2035年までに年金受給者が 25% 増え、人手不足も予想されるため、NAV が将来の仕事をきちんと果たせるかを重点的に検証するのだ。専門家グループには労働組合や関係団体も参加する予定なのだ。済んだもんなのだ。刑法や医療、福祉の改善でみんなが安心な国なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。